こんにちはマリサ。こんにちはだぜレイム。今回は、ファイナルファンタジー7リメイクの謎を、解き明かすのがテーマなのね。リメイク本編での内容と、開発者インタビューをマテリアのように組み合わせると、一つの完成されたストーリーラインが、7リメイクの新ストーリーとして、見えてきます。7リメイクは新しい謎が多くて、探偵小説みたいに謎解きするのが楽しいわよね。リメイク2作目、7リバース発売の前に、ガチの謎解きをしてみたいんだぜ。よし、行こうよみんな。行くぜ。夢を抱きしめ、原作大ファンの誇りを手放さず、全力で謎解きを行いました。あらゆるネタバレを含む、本編完結前での研究結果であることを、ご了承の上、ご視聴お願いいたします。自分はこう思う、ここは間違っていると思う。ありとあらゆるご意見ご感想を、どうぞ気軽にコメントしてくださいね。では早速、FF7 リメイクの謎をめぐる冒険を始めよう。ファイナルファンタジー7リメイクには、原作ファンを驚かせる、新しい大きな謎がありました。改めてもう一度見ていきましょう。大きな謎は3つ。ザックス生存がラストに出てきたのはなぜか。エアリスはなぜ原作の記憶を持っているのか。セフィロスがなぜ終末の7秒前について言及したのか。この3つです。私ザックスが生き残る運命は嬉しかったしドキドキしたけど、リメイクのエアリスは色々知りすぎててなんか変な感じね。セフィロスが言ってきた終末の7秒前とか、わけがわからないよ。7リメイクって、原作になかった新展開の謎が多いわ。今ここに挙げた3つのリメイクの謎たちを、すべて綺麗に説明できる真のストーリーを、7リメイクプロジェクトは語ろうとしている。FF7 リメイクの、真のストーリー。ではこの真のストーリーを、一緒に見つけ出していこう。まずメインシナリオは野島さんだ。原作 FF7 のシナリオも、リメイクのシナリオも、野島さんが手掛けている。そして FF7 の中核のお二人。ディレクターの野村さんと、プロデューサーの北瀬さん。原作 FF7 開発のメインメンバーだったこのお二人は、オリジナル版シナリオ担当の野島さんに、リメイクのシナリオをお願いした。いくつかの、重要な要望を伝えて、そして一つのシナリオが出来上がる。これ以外のアイデアは自分には思いつけなかった。と謙遜してアルティマニアで語っておられる、絶対的なストーリーラインだ。初めて野村さんにシナリオを見せた時には、NG にならないように必死で説明したそうだ。この、最初のシナリオが採用されて、7リメイクプロジェクトが本格始動した。つまり、野島さんが最初に野村さんに見せたストーリーラインこそが、7リメイクが語ろうとしている新ストーリーであると、考えられます。そうか、この最初の新ストーリーを見つけ出せれば、7リメイクの謎が、解けるというのね。7リメイクにあった、あらゆる意味深映像やセリフたちが、一つの物語として、綺麗に成立する。プロデューサーの北瀬さんも、次がどうなるのか想像して盛り上げてほしいと語っておられるので、今から一緒に、本編完結前に、7リメイク新ストーリーを見つけ出しましょう。いいですとも。さてリメイクの謎解きを始めましょう。謎解きの出発点は、これまで発表されてきた FF7 シリーズの作品たちです。FF7 には原作だけじゃなく、過去や未来の公式の歴史があるわね。原作 FF7 と、リメイク7の間に、コンピレーションオブ FF7 というシリーズとして、数多くの作品が発表されています。7リメイクの謎を解き明かす鍵は、この7作品の物語の流れを、見つめ直すことにあります。では始めましょう。FF7 の作品内歴史を、一つの時間軸の上に乗せていきます。まずは全ての原点、原作 FF7。それから2年後のクラウドたちを描いた、アドベント・チルドレン。5年前のニブルヘイム事件と、ザックスの活躍を描いたクライシスコア。アドベント・チルドレンから1年後のヴィンセントの活躍を描いたダージュ・オブ・ケルベロス。これが、コンピレーション・オブ FF7 の公式の歴史であり、星の運命です。ザックスは星に帰り、エアリスのいない未来が、真実の歴史として、星の運命になっているわけです。でも、7リメイクでは、ザックス生存のシーンが出てきたわ。勝った。マジか。そう、ザックスが、悲劇の運命に打ち勝っています。7リメイクは、運命の定まった原作をそのままリメイクする作品ではないんだ。
じゃあ一体、セブンリメイクはこの時間軸の、どこを描いているのかしら。ではここで最初の謎解き切り札だ。各所のインタビューで、セブンリメイクディレクターの野村さんは、FF7 リメイクプロジェクトにおいて、セブンの歴史は変わっていない。歴史が変わっていないことに意味がある。と、私たちに嬉しいヒントを教えてくださっています。歴史は変わっていないの？ザックス生存シーンがあったのに。歴史を変えてしまうと、リメイクで原作と違う表現をしていることに意味がなくなってしまう。と、革新的な事実を明かしてくださっている。セブンリメイクは、過去を変えるつもりはなく、歴史は変わっていない。このことを念頭に置いて、時間軸を見直してみましょう。歴史を変えていないと、明言されているので、ここから左側は、何があっても変えてはいけない。そうね、過去の歴史を変えたらリメイクの新表現が意味なくなるわ。ここで一つ論述テクニック。過去を変えていないと、はっきり言っているということは、逆を言えば、未来は、変えていい。そう受け取ってくれて構いませんよ。ってことだ。愚か者め、人はそれをへりくつと呼ぶのだ。けど可能なのだよレイム。FF7 リメイクは、今まで語られていなかった未来の物語を、新ストーリーとして描こうとしているんだ。それも、究極的な最後な。謎解きのヒント2番目は、リメイクのセフィロスが言った、意味深すぎる謎のセリフです。ラストバトルの後、クラウドと二人きりで会話をし、終末の7秒前という言葉を残して、セフィロスは消えました。ここで一緒に、その意味を解き明かしましょう。セフィロスのラストシーンを理解するために、極めて重要な準備をしておきましょう。先ほどの時間軸には、とても大事なことがあるのです。それは、世界の先端、という考えを理解するためなのです。世界の先端。セブンリメイクの発売前までのセブンの歴史は、このようになっていました。PC より未来のお話は、発表されていないのよね。この時、ダージュ・オブ・ケルベロスが、セブン世界の最も未来を描いた作品でした。ダージュでずっと、足止めを食らってるわ。連載休止漫画のストーリーみたいに。つまりセブン世界の時間軸の、最先端だった、ということです。確かに先端ね。その先のお話が存在していないから。ダージュ・オブ・ケルベロスより先はなく、ここが、物語として最先端の FF7 だった。言い換えれば、世界の先端だ。ウボアーセフィロスが言ってた言葉だわ。つまり FF7 が心から大好きで、ダージュの後のクラウドたちを知りたくても、そこから先は、まだ存在していない、という状態が、長く続いたんだ。確かに私も、ずっとセブンの続きを待っているわ。世界の先端とは、その先の物語が存在していない、最も未来の世界を描いた時間点。もし、これより未来の物語が描かれれば、世界の先端は、そちらになる。なるほど一番未来の星の運命が描かれたからだね。こう考えることで、セブンリメイクの新ストーリーは見つけられます。さてこれで、世界の先端という考えを捕まえることができました。セフィロスの謎を、今なら綺麗に解くことができます。ラストのセフィロスがバラバラの鏡のように語った、リメイクの新ストーリーの核心を、一緒に解き明かしていきましょう。さて準備は完璧ですので、セフィロスの謎解きを始めましょう。セフィロスのラストシーンの会話は、大きく3つのパートになっています。世界の先端、クラウド勧誘、終末の7秒前。この謎だらけのセリフを丁寧に解析すると、リメイクの新ストーリーを教えてくれます。セフィロスの言ってることをざっくり要約すると、ここは世界の先端だ。共に星が終わる運命に抗ってみないか。終末の7秒前だから、まだ間に合う。だぜ。最後に出てきたセリフが、終末の7秒前です。終末の7秒前。だが、まだ間に合う。未来は、お前次第だ、クラウド。これが、セフィロスが言い残していった、終末の7秒前です。そしてここが、超級重要ポイント。リメイクで語られた最も未来は、この、終末の7秒前です。
同時に、全 FF7 を通して描かれた、最も未来の物語、となっています。終末の7秒前より先の、星の運命は、まだ存在していません。なぜならリメイクの中で、星が終わった、という運命が、一つも描かれてないからです。星の運命が終わるって私何度か聞いたわよ。シンラビルのレッド13とか、ラストシーンでのセフィロスが。レイム、そのセリフよく見てみてくれ。きっと皆様お気づきだと思います。語尾がらしいという推量にしてあります。星は力尽きるらしい、あれの一部になるらしい、と明確に言わせています。もし、星が終わることが運命としてすでに決まっていたら、星は力尽きてしまう、らしい、とは 100% 絶対に言いません。わざと、私たちが気づけるように、不自然な、らしい、をつけてくれています。叙述トリックってわけ。なかなかやるじゃない。終末の7秒前は、星の運命の最も未来。つまり、時間軸の先端です。先ほどの時間軸に、セフィロスのセリフを書き込んでいきましょう。過去を変えてはいけないですが、未来は書き足していいです。シンプルに書き足すと、時間軸の最後は、終末でジエンド。その前に、終末の7秒前がある。そうなるわね。リメイクでは、星が終わった、という運命が確定していないので、終末の7秒前が、最も未来を描いた時間点になります。そしてもし、この終末をクラウドたちが乗り越えることができたら、そこにあるのが、白紙の未来となります。ラストバトルでエアリスが言ってたセリフだわ。セフィロスの最後の別れ際のリップサービスは、パズルのような真実で、クラウドを惑わすのです。ここで、厳密に決まっている運命以外は、透明で表示しておきます。さてこの時、私たちがクラウドになってプレイしてきた、リメイクの新時間は、時間軸の一体どこなのか、考えてみましょう。カッコ仮として、リメイクの軸を置いてみます。可愛いクラウドも置いておこう。これだと運命のつながりがなくて、なんか変な感じね。セフィロスは、ここは世界の先端であると、はっきり言いました。世界の先端は、そこから先が存在していない最も未来のことです。こうなります。世界の先端が、終末の7秒前だわ。ここは世界の先端だと、セフィロスは言っています。つまりクラウド、イコール私たちがいるのは、世界の先端だと教えてくれています。まさか。そうです。リメイクの真の時間は、終末の7秒前です。この一瞬の刹那の中を、私たちはクラウドとして旅していることになります。この時間軸で、リメイクの新時間を無理やり表すと、このようになります。終末の7秒前のまま、それを維持してうつろな時間を進んでいるのが、リメイクのクラウドとなります。そんなこと人間にできるわけがないわ。そう。セブンリメイクの最大のトリックはここにあります。このトリックを解き明かすことで、FF7 リメイクの新ストーリーが手に入ります。それを私たちに教えてくれるのが、ザックス生存の運命発生です。ちょ待てよ。あんたセフィロスのこと信じすぎてるわ。セフィロスって、原作でめっちゃ騙してきたじゃない？ジェノバの能力で、クラウドたちを嘘で騙しまくってくる存在だったのよ。そんなヤバいキャラの言うことを、そのまま、言葉通りに受け取れるわけないじゃないか。そこが、セブンリメイク最高のシナリオテクニックになっているんだぜレイム。本当のことを言っていても、誰も信じない。だから、セフィロスに真実を言わせよう。ちょっとぐらいの真実ならば、セフィロスが物語の伏線として教えても、原作ファンなら絶対に疑ってかかるから、新ストーリーの全貌を悟られずに済む。結果セブンリメイクは、原作がそうであったように、ドキドキのミステリー感を持ったストーリーを再現できる。アガサ・クリスティの推理小説で有名な、信頼できない語り手、の別パターンが出来上がる。ここで二つ目の謎解き切り札です。このセフィロスの意味深すぎる会話には、決定的な公式のアドバイスがあるんだ。私たちのようなリメイクの謎を知りたいファンのために、一作目のうちからあらかじめ用意してくれた。あまりにもシンプルだが、決定的なアドバイスがな。ラストバトルの後の、セフィロスの意味は、言葉通りに受け取ってください。とメインシナリオの野島さんが、はっきりと言い切っておられます。セフィロスの会話を、言葉通りに受け取ってください。野村さんに最初見せた初期の段階から、シナリオに存在していたセリフである。とも教えてくださっている。偽りやフェイクを行うジェノバが存在する FF7 において、メインのシナリオライターがこうも歯切れよくスパッと断言するのは、極めて重大だと考えられる。
でも、もっと別の真実があって、それを知られないようにしているかも。私は野島さんの言葉を信じるぜレイム。諦めるよりも、信じることにかけてみる思いを抱きしめていたいぜ。ラストのセフィロスは、嘘つきではなく、信用のない語り手が新設定を喋っている。原作では偽りを語って精神攻撃をしたセフィロスが、リメイクではその逆の戦法。真実を話すことで、クラウド、イコールプレイヤーを、混乱させる戦法に、切り替えているんだ。証拠が足りないわ。机上の空論よ。実はこの直前クラウドは、ここは、と同じ質問をエアリスにしてます。ラストバトル中の謎空間ね。エアリスは、クラウドの問いに答えなかった。ここはでもセフィロスは麻薬。ここは世界の先端だ。確かに対照的なシーンになってるわ。エアリスは、クラウドを思いやって気を使ったんだ。終末の7秒前だとか、世界の先端などという、真実を話したら、混乱させてしまうから。そうね、しかもこれまだ戦闘中だわ。ラストバトルまだ終わってなかったものね。ですがセフィロスは、パズルのようにバラバラにした真実を喋ってきます。意味深な真実を語ることで、クラウドの心に揺さぶりをかけています。エアリスとセフィロスを、対照的に描いているのねリメイクは。わかった、私もセフィロスのラストシーン、言葉通りに受け取ってみるわ。でもリメイクの新時間が、終末の7秒前だなんて。これはナンセンスだ。そもそも原作で星に帰ったエアリスが、未来に生きているなんておかしいもの。アドベント・チルドレンやダージュ・オブ・ケルベロスの後に、クラウドたちが原作と同じ旅をしているのも不自然極まるわ。過去や設定を変えずにリメイクをするなんて、そんなの不可能なのよ。それができると、野村さんも野島さんもおっしゃっているんだ。そして私も、そう思う。ここに、リメイク最大のトリックが仕掛けられている。それを、皆様と一緒に、解き明かしたいのです。そのトリックを教えてくれるのは、ザックス生存の謎です。そして、一つ、大事なことがあります。星に帰っただけ。この FF7 最大の命の特徴を、どうかいつでも覚えておいてください。なぜなら7リメイクで最も重要なセリフは、命は星を巡る。命は、星を巡る。これで全ての謎が解けます。7リメイクのエンディングには、ザックスの生存シーンが出てきます。そこには、デザイン違いの中堅スタンプが見えていましたよね。ラスボスを倒し、完全にゲームプレイが終わった後のエンディングムービーです。勝った。マジか。リメイクではこのような、映像で語る、という手法を多用しています。左が、リメイクのクラウドたちが冒険の先々で見てきた、中堅スタンプです。ジェシーの家で、ウェッジたちが食べたポテトチップスにも、描かれています。ほんとだわ、犬の種類がやっぱり全然違う。このザックス生存のシーンには、リメイクのシナリオに仕掛けた最大のトリックがあると、野村さんが語っておられます。このトリックを解き明かすことで、リメイクの新ストーリーを見つけ出せるはずです。中堅スタンプのデザインの違いが、映像で語っているのは、クラウドたちの世界と、ザックス生存の世界は、明らかに別の世界、であり、ここには普通ではない、トリックが存在していますよ、ということを教えてくれています。アルティマニアのインタビューでも、語られています。スタンプを象徴として使おう、とあります。世界が違う、というトリックは、科学的な物理法則じゃ説明できないよね。けれども、FF7 リメイクでは、それが成り立っている。そこには、ザックスの別世界、という離れ技を成り立たせているトリックがある。そのトリックはもちろん、私たちの現実ではありえないもの。FF7 の世界ならではの、現実にはないファンタジー要素、と考えられます。ザックス生存の中堅スタンプは、このことを私たちに教えてくれています。ではそのトリックの正体は何か。レイム、FF7 のファンタジー要素と言ったら、何を思い浮かべるかな。やっぱりライフストリームだわ。リメイク1作目では魔法って言葉が多かったけど、2作目のリバースで、コスモキャニオンを訪れて、ブーゲンハーゲンのじっちゃんに教えてもらうはずだわ。レイムよ、ライフストリームとは何かな。命の流れのことよ。
FF7 では精神エネルギーは体が滅んだら星に帰っていくのだわ。そう、命は星を巡る。リメイクの最後でしっかりセフィロスにそう言わせています。FF7 のファンタジー要素といえば、ライフストリームです。もしリメイクで、ライフストリーム以外の、全く別のスーパーエネルギーがいきなり出てきたら、レイムならどう思うかな、どうかな。残念ねって思うわ。ファンタジー作品としての質が、ガクンと落ちると言わざるを得ないよね。そう FF7 は、ライフストリームを幻想世界の根幹とした、素晴らしいファンタジー作品だった。だからこそ、最高のゲーム作品として世界的絶大な評価を得た。そこに別のエネルギーが突然出てきたら、それを優れたストーリーと、呼ぶことはできない。ここで切り札。メインシナリオの野島さんは、リメイクのストーリーについてアルティマニアのインタビューで、これ以外のアイデアは自分には思いつけなかった、と語っておられます。これはもちろん謙遜のお言葉です。実際は、これが自分にとって究極的絶対的シナリオアイデアだ、と明かしてくださっています。そうね、FF10 のメインシナリオも書かれた野島さんに、能力として思いつけなかったわけないわ。これはシナリオライターとして、相当特別な言葉です。このように野島さんが打ち明けてくださったのは、絶対的自負の理由があるからです。その理由はたった一つ。物語最大のトリックに、ライフストリームという、FF7 の作品の根幹が貫かれているから、に他なりません。ファンタジー小説、特に SF 小説を書くお方なら、広く知られている評価基準に、ファンタジー作品内の嘘要素は、少なければ少ないほど、優れている、というものがあります。例えば機動戦士ガンダムであれば、ミノフスキー粒子、ということになります。FF7 において、最も素晴らしいのは、ライフストリームからの派生だけで語ることです。それ以外を、リメイクで新たに足して、ザックス生存の世界を出したなら、野島さんがこのように語ることは、まず 100% ありえないと思います。そもそも世界設定を変えるのは過去を変えることになるので、ライフストリームからの派生以外は的から外れています。ザックス生存、という勝利の運命は、ライフストリームによって成り立っている、と考えられます。なるほど、ザックス生存はライフストリームによって成り立つ、特別な世界だと、言いたいのね。ライフストリームははっきり言えば魂が帰る場所であり、現世の命を終えた魂たちです。そしてここで重要なのは、クラウドたちとザックスは、別である、とはっきり映像が語っていることにあります。レイム、リメイク1作目で、クラウドとエアリスは最後まで生きているよな。生きてるはもちろんティファバレット、レッド13もね。みんなで運命の得意点を超えたのよ。そう、クラウドエアリスは生きている。生きているんだ。ここでもう一つ、ザックス生存を映像で語るシーンがあります。インターグレードのエンディングにおいて、ザックスがスラムの教会を訪ねるシーンがありました。エアリスには会えず、一緒に逃げてきたはずのクラウドも、いません。不思議な映像だったわよね。ちょっと不気味な感じもあったわ。レイム。クラウドとエアリスは、なぜいないんだ。確かにいないわね。セフィロスを追ってミッドガルを出た後なのかしら。それだけを、語るための映像だと、本当に思うか。待望の追加 DLC エピソードの、とっておきのエンディング映像なんだ。何かを、映像で語っている、と考えてみてくれ。何かを、映像で語る。レイム、エアリスは生きているよな。生きてるわ。そのエアリスが教会にいなかった。確かにいなかったわ。クラウドもいないんだ。おかしいわ背負って逃げてきたくらい大切な友達のはずなのに。どこかに置きっぱなしにしてきた後なのかしら。エアリスもクラウドも生きているとレイムは言ったな。その二人がいない、と映像は語っている。ミッドガルを出たのだから、いないのは当然よね。会えなかったのは残念だけど。レイム。生きていることが確定している二人がいない、と言っているんだぞ。生きている人に会えないってことは。ちょっと待って、もしかして私が好きなザックスは。ああ。ザックスは星に帰っている。嘘だ。だってザックス買った間近してたじゃない。運命に呪われていた、ザックスの精神エネルギーがな。ザックスの精神は、星に帰った後も、あの壮絶な最後という絶望的運命に、クラウドたちが運命の番人というラスボスを倒すまで、ずっと囚われていたんだ。その証拠に、ザックス生存の買った間近が流れるのは、ラスボスを倒したその直後です。じゃあマリサは、クラウドとエアリスはリメイクで生きていて、ザックスは星に帰っているっていうの？いや正確には違う。ザックスもエアリスも、クラウドもティファも、とっくの昔に星に帰っているんだぜ。
みんな星に帰っている。例えばレイム、クラウドは原作から500年後に生きていられるかな、どうかな。それは無理よね。星に帰ってるわよ当たり前じゃない。そう当たり前。星に帰っただけなんだ。そういえばさっき言わなかったんだが、星の運命の時間軸には、原作のエンディングも書き足さなきゃな。原作のエンディングって、500年後の未来だわ。うぼー、ということは、セブンリメイクの新ストーリーは、世界の先端、つまり終末の7秒前を描いています。それは最低でも、原作の500年後より後です。その場所に、クラウドがいる、というのです。当然、命が星を巡って再び現れた、クラウドのライフストリーム、と考えられます。だから、リメイクなのです。クラウドのリメイク、だからファイナルファンタジー7リメイク。命は、星を巡る。だからリメイク。そういうことです。嘘だ。レイム、そう考えると野島さんの言葉や、あらゆる意味深映像の目的が、全部綺麗に説明できるんだ。例えば、ラストバトルに出てきた、あの謎空間、そこで映像が語っているのは、私たちのいる、この本当の場所は、ライフストリーム。ということを垣間見せてくれていると、綺麗に説明できます。目的や意味のないシーンの映像を、数百万かけて作るとは思えません。でもラストバトル中に、500年後の映像が出てきて、我々が捨てようとしている風景だ、って言ってたわ。そう、風景。初回プレイ時、私が一番引っかかったのがこの言葉です。普通なら、運命と言わせているはずなのに変だな、風景だなんて面白いな、と思ったのです。ここで運命と言わせなかったのは、運命、と言ってはいけなかったからなのです。原作の500年後のあの運命は、変わらない。けれど、それってもうこの星の過去のことなので、リメイクのエンディングには、その風景出てこないんですよ。ということをクラウド、イコールプレイヤーに教えてくれたかなりメタな発言だったわけです。その時エアリスは、すごく言いにくそうにしています。だからレッド13に完全に、代わりに言わせた、という形にしています。素晴らしい演出だと思います。映像で語っているのです。エアリスだけは、気づいていたということ。自分たちが終末の7秒前に星を巡ってリメイクされた命なのだと。そこにはシナリオとしての完璧さがあります。野島さんの、これ以外のアイデアが思いつけなかったというお言葉が、すべて説明できるのです。もしこれが本当だったとしたら、命は、星を巡る。ファイナルファンタジー7リメイクは、終末の7秒前に、星自身が作り出した最後の希望。クラウドもティファも、エアリスもザックスも、FF7 原作に関する全てが、力尽きようとしている星による、最後のリメイクです。7リメイクは、最大のトリックを可能にしたんだ。巧妙な、ライフストリームという設定を使って、リメイクという意味は、命は星を巡りまた作られるという意味だと。一作目のうちから、謎解きパズルみたいにしながら語ろうとしていたというのか。ライフストリームによって再現された、終末の7秒前の命の劇場。そう考えると、ジェシーが劇場で女優を目指していたという新設定も、伏線となって効いてくるのです。私はジェシーの、リメイクでの新設定イベントが、すごくいいなぁと思って初回プレイしていました。演じる、という、新ジェシーのテーマの追加には、不思議に革新めいた、作り手様の英気が感じられました。今思えば、それはリメイクの世界そのものが、ライフストリームによる、命を巡る冒険の劇場だったから、と感じているのだぜ。ぐぬぬぬぬぬ、これマジだったら本当に悔しいわ。面白いのは、この星は律儀で平等だったので、クラウドティファ、エアリスザックスたちだけでなく、なんと星の敵のセフィロスも一緒に、星を巡ってリメイクされているところだと思います。確かにセフィロスだけリメイクしなかったら、不平等だわ。このヒントは、鳥山明さんのドラゴンボールでした。フリーザ一味にやられた者たちを生き返らせてほしいという願いで、悪逆を尽くしたベジータまで復活していたというのを、思い出したのです。これが、セブン大ファンの皆様とのコメントから、一緒に導き出した、私の謎解きです。FF7 リメイクは、力尽きようとしている星によって、リメイクされた命の劇場。ファイナルライフストリーム、なのではないでしょうか。でもまだまだ謎は多いわ。例えば、この間の2作目リバース発売日決定トレーラーで、ザックスとクラウドがキリエと出ていたわ。原作では脱出後、ミッドガルに、入れない。おそらく2作目リバースでも、クラウドイコールプレイヤーはミッドガルに入れない、はず。そんなミッドガルを、ザックスが活躍する別世界として、描こうとしている。
正確にはザックスのライフストリームの活躍、だな。ミッドガルに関する謎も、説明することができます。ザックス生存買った間近映像の直後、爆発が起きてミッドガルが変化していましたが、これはザックスが、2作目のリバースで、クラウドたちが入ることができない、ミッドガルという、特別な場所で活躍するという意味だと思います。世界すべてが、ライフストリームによって再現された、命の劇場世界であれば、ミッドガルを特別な復元によって、別々の世界にすることは可能です。もしそうだとしたら、うまいわね。原作でクラウドたちが戻れなかったミッドガルを、ザックスを使って、活躍させることができるわ。ミッドガルは、クラウドの世界と、ザックスの世界という、重なり合った別々のライフストリーム世界が、交差する場所、だと考えられるのです。大切なのは、なぜクラウドとザックスの世界を、分けなければならないのか、ということです。そこには、ザックスにしかできないような、リメイクの真の大仕事があるのです。真のお仕事。レイム頑張れあと少しだ、本当のリメイク新ストーリーを捕まえよう。いいですとも。セブンリメイクのザックスは、悲劇の運命に打ち勝ち、クラウドたちとの別々の道が示されました。そのザックスに秘められた謎を、皆様と一緒に解き明かしていきましょう。この謎解きの出発点は、リメイク1作目にあったなんでもやなんです。なんでもや。ゲーム評価さんが宝を使いサブイベントって言われたりした、なんでもやの仕事ね。レイム。セブン大ファンのレイムは、なんでもやをただのボリュームマシマシだけだと、思ったか。なぜ数百億かかるセブンリメイクに、なんでもやのサブイベントが必要なのか。めっちゃくちゃに怪しいと、初回プレイで感じなかったか。このなんでもやが、とんでもなく重要な、全ゲーマーの舌を任せる、FF7 リメイク究極の伏線になっているんだぜ。それを皆様と、謎解きを通して掴み取りたいのです。さて、原作 FF7 をクリアした皆様は、すでに、オリジナル版の結末を知っておられると思います。もちろん知ってるわ。上級最高に素晴らしいエンディングだったわ。では、きっと、このことも知っておられるはずです。星を救うためには、クラウドたちの旅以外に、もう一つ、重大な過程が必要であることを。重大な過程。レイムよ、原作のラストで、ライフストリームはどうなった？もうダメかと思ったけど、最後の最後で集まってきてくれたわ。それはクラウドたちがやったのか？いいえ、クラウドたちは、セフィロスを倒した後、あとはエアリスのホーリーと星を信じよう。ってなったわ。そう、星に帰ったエアリスが頑張ったんだ。もちろんライフストリーム、イコール星を巡る命たちも、すごく頑張って集まってきてくれた。クラウドたちは星の表側で、エアリスたちライフストリームは、いわば星の裏側で、二つの別々の頑張りが合わさって、ホーリーが実現しました。ホーリーによる、星の救済を正確に描くには、表側、裏側、二つともの活躍を描くのが必要です。原作 FF7 では、星の裏側の動きは描かれませんでした。最後の最後に来る、という、ハラハラドキドキの演出になっています。それを FF7 リメイクでは、ライフストリーム内側の、魂たちの集まりも、深く描こうとしていると考えられるのです。ザックスを、ライフストリーム側の主人公にすることで、ザックスが、ライフストリーム側の主人公。ここで、このテーマの謎解き出発点が出てきます。セブンリメイクでは、一作目において、人の心を集める仕事、が登場していました。原作にない、新規でぶち込む形で、人の心を集めるその仕事はまるで、星の内側で、ライフストリームを集めている感覚でした。人の心を集める。なんでもやのことか。なんでもやのことか。というわけでなんでもやに戻ってきました。全世界待望超級大傑作 FF7 の、そのリメイクに、あえて新規追加するリスクをわざわざ負ってでも、人の心を集めるなんでもやイベントをぶち込んできたのには、決定的な理由が、存在しているのです。だと。このなんでもやをすることの決定的理由はたった一つ。ファイナルファンタジー7が、敵を倒すだけでは、絶対に星を救えない物語だからです。敵を倒すだけでは、っていうのは、さっき言ってたホーリーの、星の表側、裏側の話のことよね。敵を倒す仕事と、命を集める仕事。両方が必要不可欠です。ホーリーの呼びかけに、ライフストリーム内側の魂たちが集まってきてくれなければ、星の危機は救えません。だから、誰かが、ライフストリームの内側で、命を集める大仕事を請け負わなければならない。
リメイク1作目で、何でもやクラウドが、ミッドガルで人の心を集めたように、誰かが、そうよ。それを、ライフストリーム側の別世界のザックスが、引き受けるのね。そう考えると、ザックス生存の運命が出てきたことを、綺麗に説明できるのです。ザックスの世界を、中堅スタンプの違いで、バッサリクラウドたちと別々に分けたのは、原作で描かれなかった、星の裏側の動き、ライフストリームが集まってくる、内側の重大な過程。それを、ザックスに、やってもらいたいから。もう一人の、何でもやとして。ぐりゅー、もう一人の何でもやだと？これが結論。FF7 リメイクは、クラウドとザックスという、二人の何でもやが、星の終末を救う、大仕事をやり遂げるストーリー、なのです。何でもやクラウドは、セフィロスを倒す仕事を、後輩何でもやザックスは、ライフストリームを集める大仕事を、人の心を集め、ライフストリームで星の終末を救う、究極の大仕事を請け負う、アルティメット何でもやとして、何でもや、という真の意味は、星の危機を救う、という仕事を引き受けることだったのです。お使いのように見えたあのサブイベントの数々は、実は、ライフストリームが集まってくる土壌を、耕していたわけなのです。クラウドとザックス、夢を語った二人が、リメイクで本当に、何でもやをやる、という物語だというのか。ザックスの真の大仕事とは、星を救うためのライフストリームを、集めることです。原作で、ラストにライフストリームが最後の最後に集まってきたあの奇跡を、リメイクでは、何でもやザックスの、大仕事という形で描こうとしているというのね。太陽のように明るいザックスなら、終末の7秒前に星を巡っているライフストリームたちを、ドラゴンボールのミスターサタンみたいに、一つに集められる気がしてこないかレイムよ。すごくするわ、ザックスにぴったりの大仕事よ。何でもやをやりたいと言っていたのも、原作インターナショナルでのザックスでした。ザックスの何でもやの初仕事は、星の終末に力を送るライフストリーム結集、なのかもですね。そうだとすると、お使いイベントって言われたりしていたリメイククラウドの何でもやの仕事も、すごく物語に生きてくるわ。きっと、リメイク1作目をプレイしていた皆様は、何でもやイベントに、違和感、を抱かれたと思います。なぜこれをやるのという、ざらっとした、なんかちょっと変な感じ、として、何でもやの仕事は、ライフストリームを集めて星を救う仕事、という素敵なシナリオ伏線かもですね。クラウドは、ザックスの先輩ということになりそうです。それで、ザックスを別々の道にしている、のか。何でもやクラウドと、何でもやザックス。星の表側で、セフィロスと戦い倒すのが、何でもやクラウド。同時作戦で、星の裏側、人の心の光のライフストリームを集めて送る大仕事を、何でもやザックス。私が大好きな FF5 の、フォークタワーフレア4同時入手作戦のように。リメイクの正体は、終末の7秒前の、星による命の劇場。この巧妙な、けれど原作最大のテーマを完全に貫く最終究極の世界であれば、星を巡る命たちの、ホーリーの呼びかけによる結集を、ザックスの活躍で語ることができるようになるのです。クラウドは、リメイク1作目のラストで、極めて大きな偉業を達成しました。ザックスたちの精神エネルギーを、悲劇に染められた運命から解放したことです。ザックスたちのライフストリームは、これで自由に、終末の7秒前を活躍できるようになります。錆びた鎖に、最初っから繋がれてなんて、なかったんだよ、だぜ。ファイナルファンタジー7リメイクは、二人の何でもやが、星の終末を救う大仕事を、それぞれ別々の道で成し遂げる物語。ファイナルライフストリームとも呼べる、この、終末の7秒前という一瞬の、命の劇場世界の内側で。けれど、ザックスには、もう一つ特別な任務がある。何でもやザックスは、大きなお届け物を、預かっているんだぜ。もう一人の、クラウドをな。7リメイクは、クラウド、ザックス、エアリスが、別々の道を歩む未来を、エンディング映像で語っています。そのザックスは、もう一人のクラウドを抱えていました。原作になかったこの新しい展開には、絶対的な意味があるはずです。ザックスがもう一人のクラウドを抱えて、別々の道を歩む新展開の答えを、今回の最後の謎解きとして、皆様と一緒に見つけましょう。これがわかれば、リメイクの新ストーリーが手に入れられそうね。本動画最後の謎解き出発点は、ニブルヘイムの謎、です。ついに来たわね FF7 ミステリーの核心部。原作ストーリー終盤で明かされる謎よね。
セブン大ファンのレイムはもちろん、オリジナルのニブルヘイムの謎が何のことだか、知っているよな。もちろん知ってるけどもちろん言わないわよ。推理小説で犯人を先に言っちゃうみたいになるわ。OK じゃあそこだけは伏せておこう。要は本当のクラウドが、何者なのかってことよね。原作で、ニブルヘイムの謎は、クラウドの精神世界、マインドフィールドで明かされます。このニブルヘイムの謎は、FF7 というゲーム体験の一番重要な部分であり、リメイクでもほぼ確実に登場します。そう言い切れる根拠は、この謎解き切り札。野村さん北瀬さんの、インタビューのお言葉。オリジナルでは一番重要になってくるニブルヘイムの謎。いかに新しい謎を入れつつもオリジナルからずれないようにするか、と語られています。そしてリメイクプロジェクト最重要ポイント。オリジナルで一番重要になってくるニブルヘイムの謎を、知ってるの再確認にしたくないと、お二人は語られています。これは最初にメインシナリオを野島さんにお願いするときに、こんな風にしたいと伝えた要望の中核だったと考えられます。そして出来上がったのが、最初に野島さんが書かれた、セブンリメイク新ストーリーなのね。もちろん、メインストーリーの展開は、野島さんのシナリオそのままですと、北瀬さんもはっきり語られておられます。さてここが、謎解きの超級大ヒントです。オリジナルで一番重要なのは、ニブルヘイムの謎。それがリメイクで、知ってるの再確認には、ならない。逆に言うと、ニブルヘイムの謎が判明するあの場面で、リメイクでも同じくらいすごい衝撃の事実が明かされる。という展開が待っていますよ、と暗示してくださっています。それってもしかして、リメイクのクラウドたちすべてが、終末の7秒前に命が星を巡った、命の劇場世界だ、ってことかしらね。明かされるタイミングとしては、ベストだと思うぜ。だが問題はどうやって、あんな面倒な説明ごとを、シンプルにプレイヤーイコールクラウドに明かせられるか、です。それを最もシンプルに可能にするのが、ザックスと、もう一人のクラウドなのです。ライフストリームの深い青に沈んだ、クラウドの精神世界の中、原作になかった、最後のもう一人のクラウドとして。もう一人のクラウド。なんか精神世界でのイベントであったわね。レイムよ、クラウドの精神世界とは何だったかな。魔法中毒の精神汚染で、クラウドは廃人だったのよ。でも一緒にライフストリームに落っこちたティファと、真実のクラウドを見つけていくのよね。大好きだわ。クラウドは精神世界で、バラバラになった自分と融合を果たし、ティファと共に真実をつかみ取りました。精神世界から復帰してクラウドは復活したわ。けれども原作で、融合していないクラウドが、一人だけいます。全部融合してたけど、正確には融合を描けなかった、もう一人のクラウドです。融合を描けなかったクラウド、だと。原作をプレイされてきた多くの方は、もうすでに知っておられると思います。特に、クライシスコアを追いかけた FF7 ファンであれば。それってまさか。今見ても、とても悲しいザックスの悲劇で、友人を助けられなかった、あのクラウドです。今では非常に有名な、FF7 を代表する名シーンになりましたが、実はこの名シーンは、インターナショナル版での追加で映像化されたイベントです。あ、そういえばそうだったわ。このイベントを見ることができるのは、クラウドが精神世界から復帰した後の、神羅屋敷の地下室です。原作の、クラウドの精神世界では、このザックスとの深いストーリーは描かれませんでした。そうなのよ私持ってたソフト最初の無印 FF7 だったから、ザックスのこのイベントが、どこに行っても見れなかったのだわ。メインシナリオの野島さんは、このことをかなり気になされていると思います。原作の FF7 は、ザックスに関して、精神世界で描ききれていない部分がある。リメイクでは、原作でできなかった、クラウドがザックスを助けられなかった真実も、クラウドの精神世界で描ききりたいと、お考えになるはずです。確かにリメイクとして作り直すことの、強力な必然性があるわ。つまり、ザックスを助けられなかったあの思い出も、クラウド精神世界イベント内で、リメイクでは描きたい。であればその演出方法はたった一つ。もう一人、融合するクラウドが、増える。ザックスが、何でもやとしてクラウドの精神世界に、もう一人のクラウドを、お届けに行く。大切な友人ザックスを助けられなかった、壮絶な悲劇の過去を引きずる、心傷ついたクラウドの魂を、バラバラに散らばる心のかけらを、リメイクしに行くように。それでザックスがもう一人のクラウドを背負っていたというのか。これがセブンリメイク一作目で、ザックス生存が出てきた、最大の理由です。
深いライフストリームの奥に、ザックスがもう一人のクラウドを届けることで、全てを一遍に物語ることができるのです。ああ私たちの世界って、星に帰るって、命は星を巡るって、そういうことだったんだ、と。特にリメイクで、知性が大幅強化した。探偵役ティファが、なんでや、ティファ関係ないやろ。だって隣にいるティファは、絶対に気づきます。私たちって、もしかして、命が星を巡った生命なんじゃないかな、と。リバース、だと。2作目のタイトル回収も、ここでできる。命が星を巡る生命のリメイク、究極的最終的な星の終末の危機、原作の精神世界で描けなかったザックスの深い絆イベント。その全てを、ニブルヘイムの謎という巡り来る時に、一気に、最大効果で、描き切ることができるのです。でもなぜに突然ティファが出てきたやねん。リメイク1作目の新ラビルで、ティファは星の運命に関して、突然、極めて強い関心を示しました。ティファには、どこか理的なところがあります。理屈っぽいところや、物事を回りくどくねっとり見つめるという、探偵的な性質が目立っています。それに加えて、最初のマコーロ爆破ミッション成功後、展望層でクラウドに報酬の話をした時、突然、ダブルクオーテーション付きで、なんでもや、と言っています。いいじゃん別に。なんで、知ってるんだ。二人が再会してアバランチの仕事を受けるとき、なんでもやの話をしたって考えるのが普通でしょうが。その再会シーン、リメイクであったか。あるわけないわ。ニブルヘイムの謎に関わる超重要シーンだもの。じゃあ原作未体験の新規プレイヤーにとって、なんでもやという設定は、ね耳に水となったはずだ。霊夢のような原作知ってる勢には、当たり前の情報すぎて普通のこととしてスルーさせる高度な叙述テクニック。このティファの初回なんでもや発言は、極めて意図されたものだと、私は考えます。まるで、原作の記憶を、断片的に強くてニューゲームしているように。NG プラス、だと。エアリスも原作の記憶を持ち合わせているところが、リメイクでかなり目立ちました。命が星を巡ってリバースした場合に、断片的な、前回記憶の引き継ぎ効果が若干発生しても、不自然すぎることはありません。まあ確かに。そうした現象について、ティファなら、きっと理屈っぽく考えるはずです。なんで私、なんでもやだとか、そんな知識をすでに知っているのだろう、と。ティファは原作の2年後を描いたアドベントチルドレンで、クラウドとなんでもやを始めており、絵にしが極めて深いです。しかもこの初回なんでもや発言の時、ティファの顔を映していないのです。500ギルしか報酬を払えない話をするのが、言い出しにくいことの映像演出でしょ。それにしてもここの演出だけ、異質な印象を感じさせるのです。それだけでは、ないんですよ、と、一部の人にだけ、こっそり明かしているような。一部の人？例えば、リメイク3部作が完結した後、もう一度1作目をプレイし直しているプレイヤーに、最後まで全て知ったプレイヤーに、振り返ってみると、ここが伏線になっていますよ、と気づかせているように。そう言われると、あちこちにその手の振り返り型伏線らしきシーンが、ゴロゴロあったわ。ニブルヘイムの謎の重要人物は、言うまでもなくティファです。リメイクのティファには、重要な役割がありますと、どこかの発表会で語られておられました。リメイクの、命は星を巡り再び現れる真実を、見つけ出す名探偵役が、ティファになると考えられます。リメイクのティファは、知性派です。よく言われる、爆裂肉体派なだけでは、なかったんだよですね。そうだぞこら知性派だかんな。なかなかやるじゃない。さて話を戻し、もう一人のクラウドが届けられることによって、リメイクでのニブルヘイムの謎は、実現する。なんでもやのザックスには、悲劇の過去を引きずるもう一人のクラウドを、精神世界に運ぶ大仕事が、任されている。この最後のクラウドと融合することによって、リメイクのクラウドは、新クラウドとして精神世界から復活する。この精神世界でしっかり融合しておけば、アドベントチルドレンのようなぐじぐじした病の未来には、多分絶対にならない。リメイクでクラウドは、過去の運命を完全に受け入れた、新クラウド、として復活するのだから。新クラウド、そうかザックスは新クラウドになるための、最後のもう一人のクラウドを運ぶのか。この謎解き、諸田でクラウド。まだ終わらんよ。ここまで皆様と一緒に謎解きをしてきて、やっと私は強く思い当たることができました。原作 FF7 の、ニブルヘイムの謎のあの衝撃は、こんなものじゃなかった。
この世界が、命が星をめぐった究極終末世界であると判明しただけでは、ニブルヘイムの謎の衝撃には、遠く及ばない。ダニもっとプリミティブな、体の中の体液が逆流するくらいの、身体的なまでに圧倒的な衝撃展開がなければ、人類史上最高傑作 RPG-FF7 のリメイク体験として、足りないし弱いし、何より細い。そこでレイム、私は一つ、思いついたんだ。この FF7 リメイクの世界を、影で操る、真犯人が、あの5年前の事件に至ってことをな。セブンリメイクを影で操る、真犯人だと。だから超級、最大の謎解き。ニブルヘイムの謎の、あの場所にいた人物は、クラウド、ジェファ、ザックス、だけなんかじゃない。あなたは間違っていると言われながらも、己を貫こうとする存在が、このニブルヘイムで誕生したんだ。3人目の、影の何でもや。それこそがこの原作追体験世界、リメイクの影の首謀者。それは、もちろん、あんただぜ。うぼわー、なんだこの突然の超展開は。もしニブルヘイムの謎が知ってるにならないなら、あんたが運命を打ち破ったところが、出てこないとな。ザックスと同じく原作の運命という、錆びた鎖に最初っから繋がれていたのを、自分自身でむしり取り、逆に自分で操るようになった、その最初のシーンをな。星自身を欺き、その代行者エアリスさえ欺き、原作を追体験するリメイクを作り出した張本人。羊をめぐる冒険には羊男がいたように、このセブンリメイクの冒険における、リメイク男。星を救う大仕事を行う、3人目の何でもや。その名はセフィロス。このリメイクの世界を、作り出した真犯人はあんただぜ。ほう。星の運命の番人を、他の誰の力も借りず、己のみの強靭な精神力で打ち破り、あんたが最初に、リメイクを始めたのが、ニブルヘイムのあの事件だ。あのニブルヘイムで、セフィロスは運命に打ち勝ったから、このリメイクの世界は始まったんだ。ニブル山魔航路でクラウドに、運命の番人を取り込んだ自分を、倒させることで、リメイク1作目でクラウドが運命の番人を倒したことで、ザックス生存の世界が生まれたのと、同じ風にな。お前は何を言っているんだ。レイム、原作 FF7 で曖昧なままだった最大の謎を、リメイクで野島さんは、しっかり描きたいはずなんだ。なぜクラウドが、セフィロスに勝てたのか、原作で曖昧だったその部分が、しっかり描かれる。母ちゃんの愛なんかで勝つなんて、ナンセンスだものな。リメイクでのあんたは、わざと、負けたんだ。あんたの中にいる、3人目の何でもや。新セフィロスの覚醒によってな。演技なんだろセフィロス。セフィロス、あんたすでに、ジェノバの呪いを、自分自身で解き放っているよな。リメイクのあんたは、すべてを利用するんだ。星も、そこにいる命も、古代種セトラも、命は星をめぐるライフストリームの断りも、そしてもちろん、ジェノバさえもな。ジェノバを母と呼び、支配されることさえ利用して、最後まで演技する。全部演技なんだろセフィロス。だってリメイクは、あんたが入念に練り上げた星の救出計画。干渉に目が曇ったがゆえにぬるく、7秒前まで待ってみても、あまりに無能だった星に代わって、全部あんたが仕込んでいた最終計画。命の劇場世界だものな。リメイク1作目のラスボス、セフィロスは、運命の番人とイコールだった。リメイク1作目ラスボスの、セフィロスを倒したから、ザックスの生存世界が発生した。だったら、5年前にブルヘイムでクラウドがセフィロスを倒したその時にも、何か世界が生まれているはずだぜ。それが、私たちがリメイクでプレイしているこの世界だというのか。だからリメイクの世界は、ザックス生存世界と同じように、セフィロスが運命の呪いを打ち破っている世界だと考えられるのです。でもどうしてセフィロスが、星を救う大仕事を行う、3人目の影の何でもやなのよ。エアリスが、そう言っているんだ。セフィロスが大事なの。星と自分、守るためなら、何でもする。星と自分、守るためなら、何でもする、とエアリスは言っています。何でも、という言葉を、エアリスがあえて使っているのです。言い換える言葉はいくらでもあります。全部やる、どんなこともする、などなどです。それでもここのエアリスに、何でも、という言葉を野島さんは言わせています。星の敵はセフィロス、と言っているにもかかわらず、星を守るためなら何でもする、と気づいている。リメイクの新セフィロスは、星の悲鳴を轟かせてまで星を救おうとするという、やり方は間違っているにせよ。
影の、星を救う大仕事を引き受ける、3人目の何でも屋であるというメッセージを感じさせるのです。リメイクのセフィロスは、原作のような、別の生命体に乗っ取られる側ではなく、完全にそのマラク、この星の運命の番人を、乗っ取った側に、変わっているんだ。その上で、原作と同じセフィロスを、演じているのではないかと感じます。命が星をめぐって再び現れたリメイクのセフィロスは、全ての呪われた運命を打ち破っていると、私は思っています。どうやったらこの星を巡り来る終末から救えるかと、セフィロスは考え、一つ、思いついたのでしょう。それが、かつて自分が引き起こした、メテオとホーリー、星を救う命の輝きの、リメイクだった。原作のリメイクという命の劇場世界を用意し、もう一度命の力を集めたホーリーの奇跡を、全生命のライフストリームによる、ファイナルホーリーによって、星を終末から救うというプランを立てたのだと感じます。さっきからリメイクのセフィロスが、全部演技だって言ってたのは、まさか。セフィロスは、エアリスが言った星の敵という悪役を、自ら進んで引き受けたんだ。終末の7秒前という、一瞬の中に作り上げた、ライフストリーム劇場の主催者として、リメイクのセフィロスは、原作のセフィロスを、演じているっていうのか。それでいて、リメイク3作目の最後の最後まで、そのことを他の誰にも、言わないつもりでいる。そうだろ。なぜなら、リメイク完結作の、エンディングのラストで、セフィロスが最後まで演じ切ったことを明かせば、野村さんがインタビューでおっしゃっていた。最後までやってもらうと、セブンリメイクの新ストーリーがどういうことなのかという謎が、解ける作りになる、からです。それで、セフィロスがリメイクの真犯人、と考えたのか。ここまで究極的な内容を、セブンリメイクのニブルヘイムの謎として、完璧に演出して描ききれたなら、人類最高傑作 RPG-FF7 の、究極のリメイク体験として、上級ふさわしいと感じる確信が、私にはあります。そうだとすれば確かにリメイクで、ニブルヘイムの謎が知ってるにはならないわ。私なら、そう書きます。セフィロスのことが、大好きだから。だからセフィロス、世界一の星の敵を演じきり、世界一の悪党になってくれ。それが私の、最後の願いです。さあレイム、リバースの時だ。来たか。FF7 の完全新作が、プレイできるなんて夢のようだわ。野村さん、北瀬さん、野島さん、すべてのスタッフの皆様、作り手として心から尊敬し、応援します。私は一人きりでこの謎解き動画を作るだけでも、半年以上も自分の限界を何度も感じ、正直リバース発売までに投稿できず諦めてしまうのかと本気で苦しみました。それでも、動画をこうして作り終えられたのは、シンプルに、謎解きを考えれば考えるほど、FF7 リメイクが、上級最高に素晴らしいゲーム作品であると、言い切れる自信が強くなっていったからです。レイム、バレットがよく言ってただろ。おう、あれだな。俺たちが乗った列車は途中下車できないんだ。ずっと見つめてるから、走り続けて。バーローこの謎解き、リバースやったら全然間違ってたじゃねえか、という感想のコメントも、いつでもどなたもお待ちしております。もし全然間違っていたら、ごめんなさい。どうぞその時は、大草原に投げ捨てられた空き缶のように、ゴミ袋で受け止めてくださいね。では最後に、ここまで皆様と一緒に謎解きしてきた FF7 リメイク新ストーリーを、まとめて締めましょう。いいですとも。ファイナルファンタジー7リメイクは、3人の何でもや、クラウド、ザックス、セフィロスが、星の終末を救う、大仕事をやり遂げるストーリー、というのが今回の謎解きの結論です。命は星を巡る、という FF7 最大のテーマの通り、クラウドたちの命が、再びこの星に巡ってきたのがリメイク。リメイクの新時間は、終末の7秒前。その場所は、力尽きようとしている星のライフストリームの中。命の劇場世界ね。その命の劇場の支配者こそ、3人目の影の何でもや、セフィロス。セフィロスは星の敵という悪役を引き受け、原作のセフィロスを、リメイクの最後の最後まで演じ続ける。その目的は、原作のような、この星に奇跡を起こしたい、から。奇跡というのは、他にないから奇跡です。だから、奇跡はリメイクするしかないと、セフィロスはライフストリームの中で考えました。クラウドに、星の敵である、セフィロスを倒させる。これしかない。そして、メテオという究極魔法も、再利用します。星の終末という、立ち向かいようのない最悪を、メテオという。
可視化でき、対峙できる隕石という形に、押し込めるのがセフィロスの、リメイクメテオの目的になります。そしてあの奇跡には、エアリスが必要不可欠です。エアリスにもう一度、ライフストリームの奇跡を、あの究極魔法、ホーリーを発動してもらいたい。エアリスは、あなたは間違っているとセフィロスに言いました。星の悲鳴を轟かせながら星を救うという、セフィロスのやり方は、セトラの自分にはできない。けれどエアリスにも、星が滅びる運命には、抗う気持ちはある。でも、その具体的なやり方は、7秒前まで来てしまっても、思いつけないでいました。そうしていたら、先を越されました。セフィロスにです。原作と全く同じ、星の悲鳴を轟かせるメテオとホーリーの戦い。それを終末の7秒前の、ライフストリームの中という、一瞬の刹那に、隙を突かれて、リメイクを開始されてしまいます。それが、ファイナルファンタジー7リメイク。セフィロスの最終計画、FF7 リメイクだった。エアリスは、それを止めたい。だからエアリスも、出てきました。命を巡らせ、セフィロスが準備したライフストリームの劇場、7リメイクの世界に。リメイクの最初にエアリスが、フィーラーたちに襲われていたのは、エアリスは星が滅びる運命に、ただ従順に従うのではなく、この星の運命に立ち向かう気持ちがあることの、何よりの印なのです。ファイナルファンタジー7リメイクは極めて特殊な、究極的な舞台設定です。終末の7秒前のライフストリームの中は、全生命が渚のように混ぜ合わさっている世界。命のスープね。今、FF7 という星は、力尽きようとしています。力尽きようとしている現実のどうしようもなさに、星はその運命に完全に囚われ、諦めてしまっている。運命との戦いなのね。諦めたらそこで試合終了だわ。そうだ、FF7 という星は試合終了しちまっている。だからセフィロスは最終作戦を実行に移した。この星が囚われている運命の錆びた鎖を、全部引きちぎらなければ、絶対勝てねえな、とセフィロスは考えた。そこで運命の番人、フィーラーをうまく乗っ取って、最大限に有効活用させてもらうことにしました。リメイクのセフィロスは別の生命に乗っ取られるのではなく、この星の運命の番人を、乗っ取った側に、逆転しています。そしてセフィロスは、終末の7秒前の何でもありのライフストリーム世界を、巧妙に使いこなしていきます。結果、クラウドに、運命の番人を乗っ取ったセフィロスを倒させることで、あのザックスの命を巡らせます。星に帰った後もあの壮絶な悲劇の運命に囚われていた、ザックスのライフストリームを、ついに解放できたのね。ザックスは、運命に抗う、この星の希望です。何でも屋としてライフストリームを集め、クラウドに真の復活をもたらします。ザックスを救えなかったという、あの辛い思い出との融合ね。それだけでなくアドベントチルドレンで苦しむこととなる、ワスラルル都のエアリスの思い出とも、終末の7秒前のライフストリーム世界という、最終究極の世界なら、あの時助けられなくてごめんねって、伝えることができます。日本のバスターソードも、ザックスが手渡しして真の一本に融合できる世界。シナリオの野島さんは20年近くずっと考えてこられたはず。究極の消去法の中で、唯一、生き残ったシナリオアイデアが、この新ストーリー。FF7 リメイクという作品の本質は、二刀流です。最高傑作のリメイク作品でありながら、同時に、最後の完全新作であるという、奇跡の二刀流を、成功させること。それこそが、野村さん北瀬さんが一番大切になさった、FF7 リメイクプロジェクトだと考えます。二刀流、考えてみればこの言葉って、私 FF で知ったのだわ。そう、FF らしいコンセプトだと思います。FF7 は、初めてミステリーや推理小説の魅力を教えてくれた、かけがえのない作品です。最後までやってもらうと謎が解ける作りになっているんです、という野村さんのお言葉が、謎解きのきっかけです。物語の最後で謎が解ける、そんなファンタジー作品で私が連想したのが、宮沢賢治銀河鉄道の夜でした。そっか謎解き結果と、似たとこあるわ。私は、世界一高い壁を設定し、二刀流の奇跡を作ろうとする7リメイクが好きです。そして先日奇跡って起こるんだってことを、身をもって体験しました。今日皆様と、上級大好きな FF7 リメイクの謎解きを、最後まで一緒にやり遂げることができて、本当に嬉しいです。夢を抱きしめ、日本の FF7 ファンの誇りを手放さず、全力でベストを尽くしました。心から、皆様に、上級大感謝を。本日はご視聴、ありがとうございました。またリバースでお会いしましょう。